CSL チュートリアル、エアポート DLC、最速解説編。ついに来たね、空港 DLC。シチュエス好きには空港好きも多かったからな。期待してた人も多いんじゃないか？そうだね。今日はこのエアポート DLC について、使い方や変更のポイントについて解説していくよ。OK。基本的な使い方編。そもそも空港 DLC って何ができるようになる DLC なんだ？カスタム空港が作れるようになるよ。カスタム空港？そうそう。エアポート DLC の空港はまず空港エリアを指定して、そこに色々な構造物を置いてくことになるよ。パークライフとかと同じエリア方式か。そういうことだね。だからオリジナルの空港を例から作ることができるようになるんだ。空港にはどういう建物があるんだ？最低限必要なのは、滑走路、ターミナル、駐機場だね。滑走路は離着陸の方向を指定して配置することになるよ。ある程度の長さを取った方がリアルにはなるな。建物は古いもの、現代的なもの、未来的なもので3テーマ用意されてるよ。これはなかなかの大盤振る舞いだな。さらに建物はコンコースを使ってどんどん大きくすることができる。これは結構大きいな。何よりコンコース自体が汎用的に使えそうだ。わかる。分解して駅とかにも使いたくなるアセットだね。駐機場はターミナルやコンコースに直接繋ぐことができるよ。ちなみにこの駐機場、結構こだわってて細かいトラックが動いたりもする。細けい。こういうギミックは見てて楽しいよね。こんな感じで、とりあえず最低限のものを揃えて道路を繋げば、空港としては機能するようになるよ。拡張はどんな感じでできるんだ？空港に繋げられるのは建物の他に、鉄道、地下鉄、バスがあるよ。ちなみに鉄道はこの DLC で何かに似た空港特急車両も追加されてる。そっくりさんじゃねえか。じゃあこの空港を使って何をしていけばいいか、さらに解説していこう。空港の運営編。空港を運営することのメリットはいくつかある。一つ目は観光客の増加で、市外から大量の観光客を呼び込み、さらに住民の増加につながる。二つ目は貨物の取り扱いで、特に産業が発達した都市では貨物輸出の一つの手段にもなる。三つ目は収益で、うまく運営すれば航空会社から収益を上げることもできる。空港で儲けることもできるのか。うまくやれば、だけどね。空港はどうすれば発展するんだ？空港は利用者が多ければ発展するけど、発展するには空港の魅力を上げることが必要。魅力？空港の魅力は建物を設置すると増やすことができるよ。例えば航空会社のラウンジやホテルがそれだね。なるほど。なら100億個建てれば最強の空港になるな。いや、それ運営費が足りなくなるから。ただ、建物を増やさないと利用者も振るわないのは事実だから、空港を作るのは都市がある程度安定してからがおすすめだよ。なるほどな。ちなみに運賃は基本が50で、値下げすると魅力度が上がって値上げすると下がる。ほうほう。なので例えばここみたいに飛行機が増えすぎてどうしようもない時は値上げも有効だよ。都心のくつろげる喫茶店が死ぬほど高いのと一緒だな。その通り。そういえば貨物ってさっき言ってたけど、貨物はどういうことができるんだ？貨物は貨物ターミナルを1箇所建てたら、あと道路さえあれば空港内のどこでも駐機場を建てれる。あとは勝手にしないから貨物を集荷してトレーラーが持ってきてくれるよ。渋滞がすごそうだな。その通り。鉄道を使って貨物も運べるから、必要に応じて使い分けるといいと思うよ。感想編。というわけでエアポート DLC について基本的なことを説明したよ。いろいろ可能性を感じそうな DLC だな。今回の DLC とアップデで飛行機の挙動が修正されて、すぐに離陸する挙動とかがだいぶ改善されたね。今何かとぶつからなかったか？いいんだよそんなことは。はい、すみません。ちなみに侵入中に墜落する勢いなのは変わってないね。まあ細かい挙動に突っ込みを入れても仕方ないものな。あとは滑走路の途中に誘導路を繋げないので高速脱出誘導路を作れないとかもかな。ただこれは回避策もあって、サンセットハーバーとかにあった滑走路を使えば従来通り誘導路を繋ぐこともできる。滑走路が混在できるのか。そういうこと。ただ見た目や離陸の挙動変化もあるので必要に応じて使い分けだね。そうだな。個人的には他の場所に使えそうなアセットが色々収録されてるのが良いかなと思ったよ。そのうちエアポーティファイみたいな空港エリア外にも建物を配置できるモッドが出そうだしな。そうそう。モッドのアップデラッシュが落ち着いたら前足にも取り入れていきたいね。それじゃあ、今日の動画はこの辺で終わりにしようか。質問があったらコメント欄に書いてくれよな。ご視聴ありがとうございました。